今日は電子レンジで簡単に作れるオートミールせんべいを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は電子レンジで簡単に作れるオートミールせんべいを作りたいと思います。ということで今回はオートミールとお水、基本ベースはこの2つで作れるレシピをご紹介します。あとはこのベースのものにいろんな味付けをして作っていきます。分量もとても覚えやすくなってます。おせんべいといえばね、しょっぱいものをご想像するかなと思うんですけれども、甘い系のレシピも一つご紹介したいと思います。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではですね、早速作っていきます。まず一番ベーシックな薄塩味からご紹介します。材料はこちらです。オートミール、お水、塩です。こちらの材料で作っていきます。今回のレシピ、ベースはオートミールとお水でできます。で、あとはですね、そこにこういった塩とか、いろんな味をね、今回はご紹介していきたいと思います。はい、続きまして、カレー味の材料をご紹介します。材料はこちらです。オートミール、お水、カレーパウダー、塩です。こちらの材料で作っていきます。こちら塩味がね、ついていないスパイスだけのものになります。なので今回塩を入れていますが、もし塩味がねついているものでしたら塩は抜いていただいて大丈夫です。続きましてエビせん味の材料をご紹介します。材料はこちらです。オートミール、お水、小エビ、塩です。こちらの材料で作っていきます。こちらのレシピはですね、小エビを使っていきます。続きましてごま味の材料をご紹介します。材料はこちらです。オートミール、お水、黒ごま、お醤油です。こちらの材料で作っていきます。今回ね、ごま味は醤油を使っていきます。続いて抹茶味をご紹介します。材料はこちらです。オートミール、お水、抹茶パウダー、塩です。こちらの材料で作っていきます。抹茶ってね、結構甘いイメージがあるかと思うんですけれども、今回はおせんべいということで、しょっぱい系の抹茶おせんべいにしていきたいと思います。そして今回ね、甘み系も一つね、作っていきたいと思います。材料はこちらです。オートミール、お水、シナモンシュガーです。こちらの材料で作っていきます。このシナモンシュガーはね、お砂糖入ってるものを使います。で、シナモンパウダーでお砂糖が入ってないものは、お砂糖をね、少し加えてみてください。それでは早速順番に作っていきたいと思います。早速ベーシックな薄塩味から作っていきます。まずボウルにオートミールですね。そしてお水。ここに塩なんですけれども、塩はね、お好みで入れてください。今回はね、3つまみ加えました。こちらをスプーンなどでね、混ぜましょう。で、このようにざっとね、混ぜていただいて、この水が白っぽくなったら、電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、加熱し終わりました。先ほどのシャバシャバっとした感じがなくなって、少しね、とろみがついた感じになります。で、これはですね、オートミールの種類だったりとか、あと電子レンジの種類でもね、ちょっと変わってくるかなと思いますので、このぐらいね、ちょっととろみがつくぐらいまで加熱してみてください。あとはですね、もう一度よくぐるぐるっと混ぜていただいて、このぐらいのとろみになれば OK です。それではですね、こういった耐熱のお皿を用意していただいて、この上にクッキングシートを敷きます。ここにオートミールをね、乗せます。で、そしたらこちらをね、平たく広げていきましょう。で、この時ですね、ちょっと分厚くするとパリッとなりにくいので、結構薄めに伸ばしてください。これで OK です。はい、このぐらいね、薄く伸ばしてください。それではこちらをこのまま電子レンジ 600W で4分30秒加熱します。はい、加熱しました。この時ね、すごくお皿が熱くなっていますので、やけどには注意してください。そうするとね、このようにクッキングシートから剥がれます。で、これを一度剥がしていただいて、ペリペリペリーとね、はい。で、これを裏返します。それではこちらを 600W の電子レンジで2分30秒加熱します。はい、加熱し終わりました。お皿が非常に熱くなってますので、やけどしないように注意してください。おせんべい自体もとても熱くなってますので注意してください。触ってみた感じ、このようにパリッと出来上がってれば OK です。で、ちょっとね、まだ熱いので少し冷ましたいと思います。で、まだね、ちょっとふにゃっとしてる場合は追加で30秒ずつ加熱して様子を見てみてください。で、最後に食べる時にね、パリパリっと割りたいと思います。それでは続きましてカレー味を作っていきます。こちらも同様に耐熱の器にオートミールを加えていただいて、そしてお水です。で、塩を3つまみ。あとはですね、カレーパウダーです。そしたらまたスプーンで混ぜましょう。
OK です。それではこちらもね、ある程度混ぜていただいたら、このまま電子レンジ 600W で30秒加熱します。30秒加熱しました。そうするとこのように先ほどよりもねちょっととろみが出ます。これをもう一度よく混ぜましょう。はい、これで OK です。そうしましたらこちらも同様に耐熱のお皿にクッキングシートを敷いていただいて、ここにオートミールをのせます。はい、でこちらも同様に薄く伸ばします。今回ね、私はこうやって丸く伸ばしてますが、四角く伸ばしていただいてもね OK です。とにかくね薄めに伸ばしていただければ形はね何でも OK です。はい、こんな感じですね。それではこちらを4分30秒加熱しましょう。はい、加熱しました。この時もお皿が熱いのでやけどには注意してください。そうしましたらこちらも同様にクッキングシートから剥がします。でこの時ね結構クッキングシートもおせんべい自体も熱いのでやけどしないようにね注意してください。あんまりちょっと剥がれにくいなっていう時はプラス30秒ずつね加熱して様子を見てください。はい、で裏返します。それではこちらを2分30秒加熱します。はい、出来上がりました。こんな感じでねパリッとしていれば OK です。こちらもですね熱いので少しね冷ましてからパリッと割りたいと思います。それではですね続きましてエビせん味を作っていきます。まずこちらオートミールですね。でここにお水で塩3つまみぐらいですね。こちらはお好みで調整してみてください。そしてこちら小エビです。はい、でこちらをまたティースプーンなどで混ぜましょう。このねエビの量はお好みで調整していただいて OK です。でよりねエビを多くしていただくとエビの感じが増して美味しくなるかなと思います。でこのように一度混ぜたらこちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、加熱しました。でこれをもう一度よく混ぜましょう。エビはねちょっとこう他のに比べると水分がねなくなりやすいかなと思いますので、様子を見て加熱してみてください。このようにもったりした感じになれば OK です。それではこちらも耐熱の器にクッキングシートを敷いていただいて、その上にこちらをのせます。そして薄く伸ばしましょう。結構ねこの縁の周りが分厚くなりがちなので縁もねこうやってちゃんと薄く伸ばしてください。このように伸ばしました。このまま電子レンジ 600W で4分30秒加熱します。このように仕上がりました。それではこちらも同様に剥がします。こちらもやけどしないように注意してください。ピリピリピリと。それでは裏面も2分30秒加熱します。はい、加熱し終わりました。こちらもねパリッとなってれば OK です。はい、こんな感じでねいい感じのエビせんになりました。続いてごま味を作っていきます。まずオートミールにこちらも同様にお水です。でそしたら続きましてごまを入れます。このごま味に関しましてはお醤油で味付けするんですけれども、ここに醤油を一緒に入れて加熱するととても焦げやすいので味付けはね後からしていきます。こちらを混ぜましょう。でごまの量もねお好みで変えてみてください。でこちらもある程度混ぜたら電子レンジ 600W で30秒加熱します。加熱しました。それではこちらを混ぜましょう。でこの時ねもし少しね加熱しすぎちゃったかなっていう時は少しねお水を入れて生地の硬さを調整してみてください。あんまりねこう水分がなくなってしまってもこう伸ばしづらいので少しねこうとろみがつくぐらいですね、そのぐらいを目安に調整してみてください。このぐらいになれば OK です。それではこちらもクッキングシートの上に生地を出します。そして広げましょう。はい、このように広げました。それではこちらを4分30秒加熱しましょう。はい、ごまはこんな感じです。それではこちらもひっくり返します。どうしてもねひっくり返すのちょっと熱いなっていう時は少しね置いてからひっくり返していただいても OK です。はい、そうしましたら裏面は2分30秒加熱します。そ
それではですね、ごま味はまだね、味付けをしていないので、最後こちらお醤油ですね。ハケにお醤油をつけて上に塗っていきましょう。このようにお醤油は後からね、こうやって味付けをすると焦げずにね、作ることができます。で、今回ね、このごまに対してお醤油を塗ってるんですけれども、普通のごまを入れないバージョンにね、こうやってお醤油を塗っていただいてもいいかなと思います。あとはですね、少しね、甘じょっぱくしたい場合は、ここにお砂糖をね、加えていただいて、それを塗っていただくといいと思います。お醤油をつけたらですね、少しね、上がまた湿りますので、表面だけ乾かします。このまま電子レンジ 600W で30秒加熱します。このように表面が乾けば OK です。こちらですね、あんまりやりすぎますと焦げやすいので、様子を見ながら加熱してください。続いて抹茶味を作っていきます。まずオートミールにお水、そして抹茶パウダーです。で、塩3つまみぐらいですね。で、こちらをよく混ぜましょう。はい、これで OK です。それではこちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜましょう。このぐらいね、とろっととろみがつけば OK です。こちらも同様にクッキングシートの上に乗せます。そして広げましょう。緑ですごいいい色ですね。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で4分30秒加熱します。はい、こんな感じです。それではこちらも裏返します。ペリペリペリと剥がしていただいて、裏を表にします。このまま電子レンジ 600W で2分30秒加熱します。はい、出来上がりました。抹茶味はこれで完成です。はい、続いて最後、シナモンシュガー味ですね。こちら甘い系になります。それではまずオートミールに水を入れて、で、ここにシナモンシュガーを入れます。これを混ぜましょう。で、ある程度混ぜたら、こちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜましょう。はい、このようにとろみがつけば OK です。そうしましたらこちらも同様にクッキングシートの上に乗せましょう。そして伸ばします。はい。それではこちらを電子レンジ 600W で4分30秒加熱します。加熱しました。そしたらこちらを裏返してクッキングシートを剥がします。やけどしないように注意してください。裏返したらこちらを電子レンジ 600W で2分30秒加熱します。はい、出来上がりました。これはお好みなんですけれども、最後ね、シナモンシュガーかけましょう。これで完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。左から薄塩、カレー、エビせん、ごま、抹茶、そしてシナモンシュガーです。はい、こんな感じに仕上がりました。こちらが塩味です。こんな感じに仕上がってます。では割ります。はい、こんなにパリッと仕上がってます。薄さはこのくらいですね。これを食べやすい大きさに割りましょう。はい、続いてカレー味です。はい、こんな感じに仕上がってます。こちらがエビせん味です。こちらがごまです。続いて抹茶です。最後はシナモンシュガーです。はい、これで電子レンジで簡単に作れるオートミールせんべいの完成です。こんな感じに仕上がってます。こちらが薄塩味、こちらがカレー味、そしてこちらがエビせん味、そしてこちらがごま醤油味、そして抹茶味、そして最後に甘み系のシナモンシュガー味です。こんな感じに仕上がりました。それではいただきたいと思います。手づかみで失礼いたします。薄塩味からいただきます。いただきます。パリパリ。今回ね、塩3つまみぐらいしか入れてないんですけど、どっちかっていうとね、オートミールの甘さの方が強く出てるので、もうちょっとね、塩味にしたい方は、最後お好みで塩を振りかけて召し上がっていただくといいかもしれないです。パリパリ。続いてカレー味いただきます。
おいしい。口の中にふんわりカレーの味がこう広がってとても美味しいです。なんかどちらにせよすごくね優しい味わいですね。エビせんいただきます。これはいい。よくお土産とかでも薄いエビせんあると思うんですけど、まさにその味がしますね。すごく美味しいです。はい、続いてごまいただきます。これはですね、ごまと醤油の香ばしい味がしてすごく美味しいです。ごまの醤油せんべいの味がしますね。抹茶いただきます。美味しい。結構強い抹茶っていうよりかはほんのりこう抹茶の香りが口に広がる感じですごく美味しいです。それでは最後甘み系のシナモンシュガーです。いただきます。美味しい。シナモンの香りがこのオートミールの甘さとすごく合いますね。美味しい。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のオートミールせんべいのポイントです。今回ね、オートミール 30g で作ってるんですけれども、こちらはですね、オートミール好きな分量で作っていただいて、お水をオートミールの倍量入れていただければ OK です。オートミールにね、最初お水を混ぜた後に軽く電子レンジで加熱するんですけれども、この時水分量がね、結構減ってしまうと薄く伸ばしづらいので、その時は追加でお水を入れて硬さを調整してみてください。そしてこちら上手に作るポイントなんですけれども、できるだけね、スプーンで薄く敷いていただくとパリッと仕上がりやすくなります。加熱時間の目安なんですけれども、こちらはですね、電子レンジの種類とか、あとはどのくらい薄くしたかによっても適正な加熱時間が変わってくる場合があります。なので加熱時間は様子を見ながら変えていただけたらと思います。出来上がりは触った時にね、カリカリっとしてれば OK です。加熱した後のお皿と、あとはね、このおせんべい自体もすごく熱いので、やけどだけには注意して作ってください。今回ですね、味付けは塩、カレー、エビ、ごま、抹茶、そしてシナモンシュガー、この6種類ご紹介したんですけれども、ガーリックパウダーとか、あと粉チーズ、そういったものでも美味しいので、ぜひいろいろ試していただけたらと思います。醤油などはね、とても焦げやすいので、出来上がってから後塗りして、その後ね、一度30秒から1分ほど加熱していただいて、表面を乾かしていただくと綺麗に仕上がると思います。はい、ということで、今回はしょっぱい系、甘い系ね、両方作ってみました。とても簡単に作れて美味しいので、ぜひ作ってみてください。今日はオートミールせんべいを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。